はい。皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、怪我について、日本とアメリカでの怪我へのアプローチへの違い、リハビリへの違い、怪我への対処の違いを今日は解説していきます。日本で怪我した時ってどうですかね。お医者さんから診断されて、もう安静にしてください。動かさないでくださいっていうのが一般的なのかなっていうふうに思うんですが、皆さん聞いたことはあるかもしれないんですけど、ライス法っていうのがあります。レスト、安静にして、アイス、冷却、コンプレッション、圧迫ですね。患部の圧迫。で、最後がエレベーション。足を怪我したのであれば足をこう高く上げて、なるべく血流がいかないようにっていうのが応急処置というか、現場での処置としては最適だっていうことで、多分日本でもこの方式を取ってるところが多いのかなと思うんですね。怪我した時に。でもアメリカの方は、もうこれはもう古いっていうふうに言われてます。もうだいぶ前に、同じ学者ですね。これを定説してた同じ学者が、これでは不十分、これでは足りないから変えようっていうので、今は新しい理論でアメリカではリハビリ、応急処置が、されるようになってます。で、最新のものに行く前に、一段階改良版があって、それがライスからプライスっていうものになってます。何が加わってるかというと P ですね。P がプロテクション。プロテクションというものが、加わっています。これは損傷した箇所を、保護して、怪我の拡大、怪我がひどくなるのを防ごうっていうので P が追加されて、で、今僕らアメリカのトレーナーたちが使っているのはポリスっていうものです。これにオプティマムローディングっていうものが加わってます。ここがすごく重要で、日本では多分っていうところだと思うんですよ。これどういうことかっていうと、適切な負荷をかけていくっていうことなんですね。なのでアメリカは早い段階でトレーニング再開します。今まではそこに冷やして安静にして患部を上げて血流をなるべくいかないようにそこを使わないでくださいっていうのが日本の医療の現場だとそうだと思うんですけど、アメリカは逆にそこを使ってそこに血流を送って栄養酸素を送って、筋肉の修復、怪我の損傷の修復を早めようっていう考えになってます。なのでアメリカでは怪我してからリハビリ開始するまですごく早いです。もう痛みがある段階でリハビリを開始します。日本だと痛みがあったらもうやんないで痛みがあったらトレーナーさんでも痛みが出てたらやめましょう、他の部位やりましょうみたいな感じでやってると思うんですけど、アメリカではそういうふうに違います。僕これ話したいなと思ってたのが合田浩二さんいらっしゃいますよね。僕大好きなんですよね。木澤さんから知って合田さんも知るようになりまして、合田さんが言ってたベンチプレスでした怪我はベンチをやりながら治すって言ってて、日本にいた頃だったんですよ、それ知った時って。この人やっぱり狂ってるなと思ったんですよ。さすがにやっぱ狂気の男っていうふうに言われてるとゆえんだなっていうか、狂ってると思ってたんですけど、アメリカに行ってみたらこれあながち間違ってないぞっていうふうに思ったんですね。アメリカに行ったら痛みがある段階で、トレーニングを開始してなるべく早くレンジオブモーションですね、 ROM、 可動域を元の状態に近いように早く治すっていうのが主流なので、あれって間違ってなかったんだなって。あのレベルでやられてるとちょっと一般人にはちょっとお勧めできないやり方もあるとは思うんですけど、本当に理にかなってるというか、根本原理は正しい原理で五郎さんをやられてると僕は思います。でも皆さんにはちょっとお勧めできないですけどね。重量とかがもう化け物じみてるので。なので、こういう違いがあります。アメリカではすごくよく目にする光景が、ジムに行って、ギプスはめてる人がいるんですよ。どっかに。で、トレーニングやってるんですよ。例えば手怪我してて手つってる状態であれば、レッグプレスのマシンとかレッグカールのマシンをやっていく人がいるんですよ。で、足にギプスはめてる人は来て、ショルダープレスマシンとかチェストプレスマシンとかそういうマシンをやっていくんですね。これって多分日本だと見ない光景なのかなと思うんですよ。もう怪我してたらもうジムには行かないでください。体温を上げないでください。運動しないでください。炎症がひどくなりますって多分言うと思うんですよ。日本のお医者さんって。
でもアメリカは血流を良くして栄養をたくさん送ってあげることが早期回復につながるっていうふうに言われているので、アメリカではこういう光景が日常茶飯事です。で、僕の大部分のお客さんってもう痛みがあるお客さんが動作改善だったり、通常の動きができるように、リハビリに来るお客さんが多分一番多いですね。今のところは。なので、そこでやっぱトレーナーも僕としてはですよ、僕のそのスタイルとしては、もう痛みが出てます。痛いです。じゃあそこやらないで他の部位やりましょうはちょっとなんかトレーナーとしてどうなのかなって僕は思うんですよね。当然お医者さんに行ってもらって、診断書を書いてもらって、どういう状況かっていうのは見てもらう必要があるんですが、それ以降はやっぱり僕らトレーナーがその回復の手伝いをすることも僕はトレーナーの一つの役目かなというふうに思っているので、なので、僕のお客さんはもう痛みが出てしまってたり、もう何年以上痛みに苦しんでるお客さんが僕のところに来てリハビリのトレーニングをやってるんですが、やっぱりこれができるトレーナーとできないトレーナーでかなりアメリカだと差が出てくるのかなっていうふうに思いますね。やっぱりこう痛みがあるとどうしてもやりたくないって思うんですが、この早い段階でその部位を動かしてあげるってことがすごく大事になってきます。これが例えば痛いからって言って1ヶ月2ヶ月ぐらいその部位を動かさないでいくと、本当にそのレンジオブモーション、可動域がどんどん狭くなって、でそこからもう痛みがなくなりましたからリハビリを開始すると、もう本当にその復帰が遅れる。もう本当に回復に完全にその怪我前の状態まで戻すのにすっごく時間かかってしまうんですね。なので僕らアメリカのトレーナーは早い段階で痛みを伴いながらもトレーニングをやっていきます。でもじゃあそこの線引きってどうするのって、やっぱりある程度トレーナーとしてのその経験値っていうのが必要になってくるんですが、一つの目安としてそのトレーニングしてる時動作中はやっぱり痛いと思います。その怪我してるところの動きっていうのは。でもダンベル、仮にアームカールやってて、その肘を仮にですよ、怪我してたとしてアームカールをやって、で痛みはある状況だけどダンベルを置きました。で置いて5秒以内に痛みがスッと引くのであればそれは大丈夫です。ただし10秒以上痛みが長く残ってしまう場合は重量を下げるか種目を変えてアプローチをしていくってことが必要になってきます。また1日単位で見ると次の日に、痛みが強まっていないかどうかを確認してください。痛みが仮に昨日が 50%、50っていう痛みだったら次の日も50だったらこれは継続して大丈夫です。これが痛みが50だったけど次の日朝起きてみたら60、70ぐらいになってるっていうのであればちょっと方法を変えないといけない。ちょっとその動作に関しては別のアプローチをしていかなくちゃいけないっていうのがあるんですが、痛みが同じもしくはちょっとでも下がっているのであればトレーニングは継続していきます。なのでその場での目安としては痛みがすぐ引くかどうか、その動作を終えてすぐ5秒以内に痛みがパッと消えてるかどうか、これであれば OK。で次の日に痛みが前日と比べて同じもしくはそれ以下になっているのであればこれも OK です。これに関しては本当にお医者さんと協力してやる形になるので、日本でのそのトレーナーの人たちがどのようにやってるかは僕はあまりわからないので、一概にアメリカではこうやってるから君たちもこうやるべきだよっては言えないところはあるんですが、一応アメリカの最先端の現場ではこういうふうなアプローチをとっています。